どうも皆さんこんにちは、ハラカンタです。現在はイラクのクルド人自治区ドホークに来ています。かつて過激派組織イスラム国がイラクを支配していた時代、虐殺をされたり奴隷にされたりするなど最も迫害を受けていた人たちがいます。それがヤジディ教徒です。今回はヤジディ教徒が暮らす国内避難民キャンプを訪れ、現在の暮らしについて詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。今ドホークの我々が滞在しているホテルをですね出発して5分ぐらい走ってきたところなんですけれども、ここまでの、映像をご覧いただければわかるかなと思うんですけれども、結構街中にもね少しずつタワマンとかが増えてきているみたいで、すごく高いマンションとか建設中のマンションとかもですね増えてきていて、向こうの方にも若干ちょっとね離れてるけど見えますかね。はい、ああいった感じでタワマンがすごい増えてきているみたいです。でやっぱりこの2年ぐらいでこういったタワマンがすごい増えてきたみたいですね。イスラム国のその脅威を受け始めたのが2014年頃で、モスルという場所が解放されたのが2017年の7月かな。あれから今もう8年ぐらいが経って、で少しずつ、このイラク北部の情勢もですね、安定してきていると。でこの2年間ぐらいに関しては、特にトルコ系の資本が多いみたいなんですけれども、タワマンが増え始めてですね、中にはそういった場所で、暮らし始めている人も、増えているみたいです。今走っている、おそらく高速道路かな、幹線道路走っていますけれども、道も非常に綺麗で、移動自体ですね非常にしやすいといった感じです。このまままだあと20分ぐらいですね走り続けて、ヤジディ教徒の方々が暮らしている避難民キャンプ、国内避難民キャンプですね、向かっていきたいと思います。今ですねこの右側にちょっと遠くですけれども映るかな、マンションがたくさん集まっているエリアがあって、アブロシティという名前のですね、マンションがたくさん集まっている場所が今映っていました。で辺りはもう半分ぐらいがモスル出身の方によって、買われたみたいですね。で今現在に関してはモスルもですねイスラム国の支配から解放されて情勢も安定しているみたいなんですけれども、そのマンションを買った人たちですね、モスルに戻っているんですけれども、一応こちらで購入した避難民としてこっちに逃げてきている時に購入したものをですね今もキープして残している人たちが多いみたいなんですね。でその背景としては、もしまたモスル、もしくはこのイラクが、混乱状態に陥ってまた避難をしなきゃいけなくなった時のためにセーフハウスとして残していると。このドホークに関してはイラクの中で最も北部にあって比較的気温も低いので避暑地として使っている方もいるみたいなんですけれども、別荘兼セーフハウスのような形でモスルにも帰っているけれどもまだ家を残している方も多いみたいです。そういった話を聞くとね、治安も安定してはいるけれどもイラクという国がやっぱり常にそういったリスクを同時に抱えているっていうことが、こういったお話を聞いていると分かりますね。ドホークのホテルを出発して30分ぐらいですね車で移動してヤジディ教徒の方々が暮らしている国内避難民キャンプに到着しました。先ほどちょっと遠くから見た感じだとおそらく UNHCR をはじめとした国際機関だと思いますけれども、そういった場所から提供されたと思われる白いテントがたくさん見えました。このまま車で中に入っていって避難民キャンプの取材を始めたいと思います。今避難民キャンプの入り口のところにもですねチェックポイントがあってゲートみたいな感じになっていてですね、警察か、治安の、当局の方がいましたね。でドライバーの方が窓を開けて、挨拶をして、でその、警察の方が、お前たちは何者だということで、やっぱり身元を尋ねられました。今私が同行している高藤直子さんがやられている団体ですね、PCP ピースセルプロジェクトの、一員という形で、中に入らせてもらっていますので、それをつけて通してもらったという感じです。この難民キャンプ
避難民キャンプができてからね、かなりもう時間は経ってると思うんですけれども、やっぱり安全対策という観点から、出口、入り口のところには、チェックポイントがあって、警察の方がそこに常にいるという、そういった状況が今も続いているそうです。今ですね、この避難民キャンプを統括しているマネージャーの方のですね、オフィスに行って、一応事前に許可取りをしてくださってはいたんですけれども、念のためということで、許可取りをですね、もう一度取りに行ったら、実はなんかもう一つ許可を取らないと、この難民キャンプの外の、今私たちがいるこの、センターの外を撮影したりとか、キャンプのそのテントの中を撮影したりするのはダメだっていうふうに厳しく言われてですね、理由を尋ねたんですけれども、もっと上の許可が必要だと。で、我々はその許可を出せる立場にないというふうに言われてしまいまして、この後ですね、高藤さんに、このヤジディ教徒の方たちが暮らしているこの難民キャンプの実態とか、どういったことがあったのかということを詳しくお話を聞こうと思うんですけれども、そのね、キャンプの中とか本当は撮影したかったんですが、結構ね、やっぱ厳しいみたいで、避難民の方にね、インタビューすることはできそうなんですけれども、ちょっとね、本当はね、このキャンプでどういった生活が行われているかというところを皆さんに見せたかったんですけれども、かなり厳しく、ね、管理をされているみたいで、しかもマネージャーの方がね、その場で私の YouTube チャンネル登録してくださったんで、その指示に従おうかなというふうに思います。今私たちがいるこの避難民キャンプはどういった場所でしょうか。2014年にイスラム国に迫害された、虐殺受けたヤジディ教徒の方々が暮らしているシャリア国内避難民キャンプです。そもそもヤジディ教徒というのはどういった人たち？イラクこの周辺にいる少数宗教の方々で、聖地はシンジャールっていうところですね。モスルと同じニナワ県にあるんですけれど、シリア国境にめちゃめちゃ近いところで、そこに約40万人ぐらいの人口があったんですけれども、ほとんどの人たちが、ほぼ全員がこのクルド自治区に流れてきています。イスラム国がヤジディ教徒を迫害していたその大きな理由っていうのはどういったところにあるんでしょうか。異端者、異なる宗教異端者はもう絶対許さないという立場にあったので、少数宗教の、ヤジディ教徒もそうですし、クリスチャンの人たちも襲撃を受けました。クリスチャンの場合は人頭税を払えば許してやるというような話があり、それからヤジディ教徒の方々っていうのはそういうのがなくて、本当にもう集団処刑とかあちこちで行われて、本当に短期間にたくさんの数千人が亡くなるような状況、本当に小さい女の子も含めて女性たちが人身売買で連れて行かれて、いまだに多分3000人近くはまだ帰ってきていない、もう消息が不明になっちゃってるんですね。本当にひどい経験をされている方たちがいるので、今日もそのズンバのコースとかがありましたけど、これはそのサイコソーシャルプログラムとしてやってますが、やっぱりそのトラウマの問題はすごく大きな問題ですね。ヤジディ教徒はですね、もう長らくずっとイスラム世界からの迫害を受けてきた、特にイスラム世界の過激派ですね、過激派であるとか独裁者であるとか、そういった人たちから迫害を受けてきたんですけれども、その大きな理由が信仰の部分にあるみたいで、ヤジディ教徒では、ちょっと私もねちょっと詳しいところがあれなんですけれども、神の世界と人間をつなぐ天使を信仰しているみたいなんですけれども、それがイスラムの教えからすると悪魔崇拝に移るらしいんですよね。でそういったところっていうのがイスラムの教えとすごく反発するからこそ、ヤジディの人たちは特にイスラム国の時代にものすごく強く迫害をされていたっていう、そういった背景があるみたいですね。私たち今このキャンプのマネージャーの事務所を訪れて、許可取りをしようとしたら、上からのさらにもう一個別の許可が必要だっていうことで、今回このセンターの中でしか撮影を許可されませんでしたけれども、そういった撮影をかなり厳しく制限しているような印象を受けたんですけれども、その背景にはどういった理由があるんでしょうか。セキュリティとか、それから例えば戦争トラウマを持っていて、かなり深刻な PTSD を抱えている人たち、サバイバーなので、虐殺サバイバーであったり、性サバイバーであったり、非常に深刻なトラウマを持っている人たちだから、やっぱその人たちを守るため、プロテクションのためにっていうことで、非常に慎重になっているっていうのは一つあります。一方で、この避難民キャンプができてからもう10年以上経っていると。で、にもかかわらずまだこういった現状があることをもっと世界に伝える方がいいんじゃないかっていうふうに私としては感じてしまう部分があるんですね。特にイスラム国の被害を受けた人たちの状況っていうのは忘れ去られてきているので、
そういった部分について高藤さんご自身の考えはいかがでしょうか。いやもうやっぱ私も思います。やっぱりこれもほとんど忘れられてしまっていることになったし、本当に10年以上こういう生活をしているとか、その帰還の問題とか、まだまだその終わってない、その PTSD の問題だってもっと世界の人たちが知るべき問題だと思うし、支援がまだその必要な状態であるっていうこともすごく思います。それと同時に特にこのヤジディのその人たちのキャンプ、シリア難民のキャンプはまたちょっと状況がちょっと違うんですけど、特にこのその男性優位社会のコミュニティなんですよね、ヤジディ教徒の。やっぱり女性たちが特に外のコミュニティとの接点というのが本当に少ない。でここ最近はやっぱりもうぐぐっとこう活動する NGO も減ってきているので、 NGO が入ってきた時にこういう、ね、そのワークショップなりなんなりっていうのがあればあれだけれども、男性は外に仕事に行くから社会との接点というのがあるけれど、女性は一人で出歩くちゃいけないとか結構いろいろ家族に言われたりするので、ヤジディ教徒のキャンプはやっぱりシリア難民のキャンプに比べても非常にこう女性たちのことがとても心配ですね、そういった意味でもこれは文字通りにアイソレーション、孤立して、この場所ももう孤立してますよね。かなり周りにほとんど何もない、シャリアタウンはありますけどすごいちっちゃい町だし、で女性たちはほぼほぼキャンプから出ることがないので、そういった意味では社会に再統合とかっていうことを考えると、このままでいいのかなっていうのはちょっと実は思ってたりします。Do you have a guest from outside? Really? It's so difficult for us to visit here. 避難民の方の顔が映らないようにですね、あえてちょっとね距離を取って撮影をしています。今ね、私のこの左のこの後ろの方でですね、PCP のスタッフが避難民の方たちに最近の生活の状況について聞き取り調査をしているところなんですけれども、この2年間ぐらいでですね、このキャンプの中のいろんなサービス、それこそインフラですね、水とか医療とかも含めていろんなもののサービスの質が低下していたりとか、量が低下しているっていう状況があるそうです。で、それが2年前からっていうふうに言っていたので、おそらくやはりウクライナ戦争の影響が大きいだろうということですね。つまりロシアがウクライナに侵攻して、世界中の援助機関とか世界中の援助団体っていうのがみんなウクライナに行ってしまったと、もう世界の関心もウクライナに向いたと、おそらくですけれどもお金、今までこういった難民キャンプに入っていたお金もそのウクライナの方に予算を取られてですね、その関係でこういったイスラム国の影響を受けてヤジディ教徒の人たちのですね難民キャンプというのは、支援が低下している、そういった現状があるみたいですね。そもそもどうしてお金が足りないんだとか、世界にこんなにたくさんお金があるのにどうしてお金が足りないんだっていう疑問ももしかしたらね持つ方もいるかもしれませんが、基本的にこういった支援の現場っていうのは常に資金が足りていないっていう状況がある中で、別にですね戦争が起きたり大きな災害が起きたりすると、そっちに関心が移ってしまって支援がそっちに流れてしまうと、ある意味脆弱な立場に置かれている人たちっていうのがこの国際情勢の変化によって、生活が大きく左右されるっていう、そういった現状がですねやはりこういった難民キャンプの現場においても言われているそうです。今この避難民キャンプで生活しているヤジディ教徒の方たちってどういった状況にあるんでしょうか。そうですね、今、彼女たちは聞き取りをしてたんですけれど、やっぱりNGO がパタッと減ってしまったっていうのが結構やっぱ大きく影響していて、インフラからその教育からもう水に至るまでいろんなことが、それも医療もそうですよね、そういうのがすごく縮小あるいはなくなったりとか、例えば前は毎日空いていたクリニック診療所が今は1週間に1回しか空いてないとか、ほとんど薬がないとか、なのでもう何かちょっと具合悪くなった時には、病気になった時にはキャンプの外に出てシャリアタウンの政府系の診療所に行くみたいな感じになってたり、それから教育の問題もそうですし、いろんなことがサービスが受けられなくなったり、なんなら最初の頃とかはキャッシュアシスタンスもあったので、そういうのももちろんなくなってるし、でウクライナ戦争が始まってほとんどの NGO いなくなるのがあります。でシンジャールの方、彼女たちのふるさとのシンジャールの方は、私も去年一昨年行ったんですけど、本当にぐっちゃぐちゃなままだったんですけど、少しずつ周りからその日本政府のお金も含めて再建が始まっていることは始まっていて、スピードは遅いけれどもそのインフラ整備とか再建とかが進んできているんですよね。なのでシンジャールは少しずつだけど良くなってる、キャンプの方はどんどん悪くなってる。このことが結構大きく、前は帰りたくなかったけど今はここの生活があまりにも苦しいので帰りたいっていう
気持ちになってますみたいな。これまでヤジディ教徒のここで生活している避難民の方たちがシンジャールをはじめ自分たちの生まれ故郷に帰れなかった、もしくは帰らなかったのはなぜですか？破壊されたままであったって、復興が全然進まないというのももちろんあるんですけれども、やっぱりなかなか引きこもりになってしまっている PTSD に苦しんでいる人たち、サバイバーの人たちなんかは虐殺の記憶とかそういったものがある町には帰りたくないっていうのは結構ありましたね。やっぱりヤジディ教徒の方たちが、私もニュースとかを通じて得た情報ですけれども、イスラム国の聖霊にされたような方たちももちろんですね。やっぱりそういうすごいセンシティブな話になりますけれど、やっぱりそういうひどいトラウマを抱えていらっしゃる方も本当に多くいらっしゃいますので、そういう記憶が残るところには帰りたくないとか、あとやっぱりシンジャール周辺のノーベル平和賞を取ったナディア・ムラドさんってなんですよね。ナディアの村なんかもう完全に廃村になってしまったんですよね。私も行ったんですけど、今ここに何人ぐらいいらっしゃいますか、人住んでますかって言ったら、資料館になっている小学校の守衛さん2人か3人しかいない、村人はもう誰もいないという感じで廃村になってるのも結構あるし、シンジャールはこれから大きく変わっていくんだと思います。Do you want to go back to your hometown? They are lucky. Why do you want to go back to your hometown? So there is where we belong. There is where we met our relatives there, and our fathers and mothers, my father's-in-law's house is there. Our previous lifestyle was good, was somehow perfect. So that's why we want to get back to our hometown. What has prevented you from going back your hometown so far? ما منعش هيك أولا ويعني كتابة فناكن وتعويدنا دنا. So since our home are destroyed there, we cannot return back to the distraction there, and the government, they don't pay us for to renew or to rebuild our hometown, and we cannot do it ourselves. We cannot construct ourselves. It's too much for us, and that's the reason. 高藤さんの団体のPCP がここでズンバ、日本でもねフィットネスジムとかで踊られることありますけれども、そのズンバを通じて彼女たちの支援をしている、その理由っていうのは何なんですか？はい、私たちズンバともう一つピラティスのコースをやってるんですけど、 PSS、心理社会支援のプログラムとしてやってます。トラウマを抱えている人たちもたくさんいるし、引きこもりがちになったりするっていうのもあるので、なんていうの、発散する、それとかちょっと難しいステップとかに集中することでちょっと頭の中をすっきりさせるとか、そういう効果で、ズンバにはそういう効果が非常にあるっていうふうに言われてますし、それからピラティスも体を動かすってものすごいやっぱり直結している、心とも直結しているので、このズンバとピラティスっていうのを選んでやっています。体を動かすとね、反強制的に脳に幸せホルモンが出たりとか、つながってますよね。私自身もすごい運動はよくするので分かりますし、あと何か一つのことに没頭すると嫌な記憶を忘れられるっていうのは、いろんな地域を訪問して、元子ども兵の方とか向き合っても同じことを言ってましたね。今ですね、テントの中にご案内をしてくださって、で、現地のスタッフに聞いたら、あんまり家の中を映さないようにすれば大丈夫だろうということで、ちょっとこっち側の背景だけ映しています。でもね、そっち側には結構大きいね洗面台があったりとか、こっち側に大きい冷蔵庫があったりとか、あとウォーターサーバーみたいなものもあって、比較的非常に中も涼しくてですね、結構居心地はいいなというような感じです。でしかもここに今おもてなしでバース、はい、なんかスイカとかキャンディーとかクッキーとか、アフリカの難民キャンプとかもよく行ってきましたけれど、まさかここまでいろんなものをおもてなししてもらえる場所は行ったことないので、非常に驚いています。でちょっとね、私の隣に女性がいますので、少しだけお話を聞いてみようかなと思います。So how is your current life at this camp? يعني نوكا حاليا حياتها وشوية اتكامبيدا نوكا وكهاركش مع عائلتك كتشكن هو أزوها بالخو وأفكر ما يهفالم تشي دوامي أم هردو كبتنينا they do their life normally, and they have their family and their relative, and she has one baby and she lives with her husband, and they sometimes at the evening they gather together, they do gathering and they eat dinner and they have fun. Can I ask same question to her as well? Yeah. Okay. So هذه نفس بسيارة بوتاجي شوية حياتها نكت كامبيدو. هانك معودين وضعي خو وكا باما بوي روتيني ما نفسها بريا
من ناحية So أمن we كذا. got used to this routine and we enjoy it somehow and we love the routine. But according to the services, we don't have so much services here, unfortunately, not like before. But about the security is really good and we really feel safe to living here. Do you want to go back to your hometown? راستيها مالت ما أفكر إنه وضعي أمني مستقر به. Yes, I really want to return back to my hometown after they renovate our houses and if the security is good. So yeah, of course I want to go back. What has prevented her from going back hometown so far? براستي وضعي أمني. وضعي أمني إجبار مقارن يعني شن مالك يجي إيجار بكن الودر إجبار مالت. Because of the security situation, we cannot go back to our hometown. We can, since our home is totally destroyed and we don't have houses there anymore, but we can make a rental house. We can rent a house. We can go back there, even if we don't have the houses. But because of the security situation, we cannot go back. Now the security situation is coming back. أو تشغكي باشا بس وكان ناي مستقر عم نزعل نشل لحظة دي اشتباكات النفا وان مجموعة مسلح ده تشد. Since the security situation is not stable, you see suddenly the bomb will come. Suddenly a war will start again because 5 parties they are live in Shingal now, so they control. It's not under one party, so that's why. I hope her life is going back to normal after she goes back to hometown. So thank you so much for your cooperation this time. إتكام جارة كادي يعني حياتها تبزغري تبا وكباري وقالك سبوز بهاري كاري هاوات كالما أبوكا. راتنا واتكين وقالك ممنونش وقتي خوج وقتها. And thank you so much for your time and for your help as well. And inshallah you will come back again visit us soon. Yes, 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 yes. Thank you so much. كرمك بجد تشتغل. Okay, okay. ありがとうございます。はい。متشكرين الدهيم متشكرين. So she did this. It's homemade. Oh, she Yesterday made she this made one it, by yes, herself. yes, Okay, yes. okay. Thank you so much. Thank you. ありがとうございます。 arigatou gozaimasu. بالعربي.ヤジディ京都の方がですね、作ってくださったクッキー。まあ、これはヤジディ京都の伝統的な食べ物とかではないみたいなんですけれども、料理が好きみたいで、僕たちの、お客さんのために作ったということで、せっかくなんで、一つね、ちょっといただいてみようと思います。ごまがたくさん振ってあって、一個食べてみたいと思います。じゃあ、いただきまーす。美味しい。すごい優しい味わいですね。でもね、ごまが結構しっかり効いてるんで、しっとりしたクッキーにごまが効いてる。日本ではセサミクッキーとかありますけれども、それのサクサクするっていうよりかは、すごくね、しっとりした感じで。で、甘すぎず、卵と小麦粉がしっかり味わいがわかるような、すごく優しい感じの味ですね。いや、でもね、やっぱこういう場所でおもてなししてくださってるクッキーなんで、それも相まって美味しいです。私に一つ質問があるみたいなんで、ちょっとどんな質問かちょっとわからないんですけども、ちょっと聞いてみようと思います。What's your question? تجيب السيارة بودات بياش فيه اوكي؟ السؤال مش بربشراوي بشراوي. Okay. She wants to ask about your skin routine. Skin routine. Skin routine. Oh, really? なんかめっちゃ I was thinking of like serious question なんかすごいめっちゃ真面目な質問が来るかなって、めっちゃ真面目っていうか真剣ななんで撮ってるんですかとか来るかなと思ったら、私のスキンルーティンが気になるそうです。 She said like your skin is so nice, it's so glowing. So what's the secret behind it? 僕の肌がすごい綺麗で気に入ってくるなんで、何をしていますかって。 Okay, so let me tell her like 2 basic ways to keep your skin beautiful. And this is basic, but this is principle. First one is you keep it in your mind that aging, 80% of aging is because of sunshine, ultraviolet. We have to protect our skin from ultraviolet. So I always use hat or sun cream, and I always try not to be under sunshine as much as possible. Okay. So نقطة أساسية سريكي أوا هشتيش صدى إيش بشرة ماكو
بير بيتنونا جنب التصابات كفني حطابة روجة سو حتى كنت 他にもあとね2人女性がいるんですけどみんなめっちゃ真剣な顔で聞いてくれてます。And the second one is we have to keep our skin always moisture. Yeah. First of all, like I always put sun cream to protect from ultraviolet, but I have to wash it away when I take a shower. And after you take a shower, you have to keep your skin moisture. If I tell the third way is exercise, or I can say sweating a lot. Is that a good advice for you? Okay. Yeah. まさかねヤジディ京都の難民キャンプに来て本当にこう大変な歴史を経験した人たちなので大変な取材になるんじゃないかなと思っていたんですけどまさか最後にねこの美肌についてアドバイスをすることになるとは思ってなかったです。でもねやっぱり世界中どこにいても女性っていうのはこう美しくありたいと思う共通していることなんじゃないかなっていうふうに取材を通じて感じました。日本人はスイカに塩をかけるんだよって教えてあげたらトライしてくれてます。はい。美味しい。Good？ 美味しい？美味しい。美味しい。ありがとうございます。かつてイスラム国がイラクを支配していた時代最も迫害を受けていたとされるヤジディ教徒の方々が暮らす避難民キャンプを見てきましたがいかがだったでしょうか。想像を絶するほどの過去を経験しながらも前向きに生きようとしている姿勢がとても印象的でした。ぜひ皆さんの動画の感想もコメント欄で聞かせてください。ハラカンタの海外取材はハラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。皆様がご支援してくださるからこそこのようにですね現場に足を運んで取材活動をすることができています。もしハラカンタの YouTube 活動を応援してくださるという方がいらっしゃいましたらぜひ概要欄のリンクからサポーターズクラブのホームページご覧になってみてください。今回の動画何か一つでも新しい学びがありましたらぜひ最後に高評価ボタンもよろしくお願いいたします。ということで今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。